皆様大変お久しぶりです。どうも文化人です。ほぼ1年ぶりの投稿になりますね。この1年で私がどのぐらい資産が増えたのか、または減ってしまったのか、結果も踏まえてどういう気持ちなのか、1年も動画投稿をサボって何をしてたんだと、お前はと、また今後の動画投稿どうしていくんだと、そういったようなお話をですね、ちょっと久々に、資産の報告も含めましてお話できたら良いのかなと思っております。私は27歳、低収入、自閉症スペクトラムでも工夫しながら奨学金400万円を5年で返済して週休4日を手に入れたという人です。今回はそんな私の2026年4月の家計簿資産額を公開をしていきたいと思います。総資産1000万円の道を皆さんと一緒に歩んでいけたらと思っております。まず2026年4月の収支全体をざっくり見ていきましょう。こちらが2026年4月の収支一覧になります。今月は投資貯金合わせて6万3048円の黒字でございました。そしてこちらが2026年4月の総資産額になります。総資産額が合計283万7752円となっております。280万円に到達しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、1年前のね、資産報告の総資産額が140万円なので、だいたい倍になっているという様子になってますね。はい。実は今回ですね、動画投稿した理由も、1年前の動画を確認したら総資産額が倍になっていたので、急遽動画を上げることにしました。生活費のだいたい 35.5 ヶ月分ぐらいなので、3年間何もしなくても生きていられるという、資産の様子ですね。この結果を踏まえた私の気持ちとしましては、資産が増えることの幸せの、ほぼ上限値に達しているのかなとは思ってます。ちょっと詳しくは動画の最後にお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。引き続き総資産額300万円を目指してぼちぼち頑張っていきたいと思います。それでは詳しく支出をカテゴリーごとに見ていきましょう。まず固定費、水道費、通信費見ていきます。合計で3万7464円でございました。昨年の寒くなり始めからお風呂を2日に1回とか、ひどい時はですね3日に1回とか、そのぐらいの頻度で入っているという状態になるんですけれども、ガス代がですね、シャワーにしかかかっていないので、ほとんどかかっていないというところになります。ただ単純にですね、お金を節約したいからというわけではなくて、ただ単純にめんどくさいという、フロキャン界隈に自分も加入するとは思ってなかったんですけれども、今ちょっとフロキャンをですねちょこちょこやっているというところですね。人類史的な点で見たら時に、そんなお風呂入ってないよねと思ってて、人間そんなお風呂入る必要あるのかなと思ったら、もうめんどくさいしもういいかなと思ってやめてみたというところ。もちろんその足とか顔とかは洗ったりはするんですけど、そのぐらいで結構割と人間いけんのかなっていう、そんなに一周放つことないよねっていうね。もちろん時期とかにもよりますけどね、夏場は入っていきたいなと思ってますけど、大体このぐらいのペースで自分はいいのかなと思っております。またちょっと世界にね偽善を働きたいと、いいことをしたいんだという余裕が出てきたっていうところもあるんですけれども、そういった思いからですね、ユニセフに毎月少額の募金を始めてみてますというところで、続いて食費でございます。食費は合計で7674円でございました。これがクレジット決済の値なので現金決済含まれておりません。だいたい現金決済分が1万円ぐらいあると思います。なので実際には1万7000円ぐらいかなと思います。前回のですね1年前の動画投稿で米騒動の影響の直下に動画投稿したんだと思うんですけれども、米の単価が上がってきてますねというお話をしました。今1年後になるわけですが、米の価格がだいぶ落ち着いてますね。
玄米と大麦を大体私は1対1で割っているので、なおのことお金に関しては気になってません。今後大麦のね割合をちょっと増やしていこうかなと、安くなりますので、また健康にもいいのでね、食感もだいぶそんなには私は気にならないので増やしていこうかなと思っております。ただ昨今ホルムズ海峡閉鎖によって石油価格の高騰の方が問題になってますね。個人的にはイランの方々の命よりも石油価格に注視をするというですね、平和よりも経済が注視されるような世界の在り方っていうのは問題があるんじゃないかなと思ったりもしております。政府もね助成金を出しているみたいで、ガソリンの価格もある程度前ぐらいに、前よりちょっと高いかなぐらいに落ち着いている様子ではありますけれども、私はね車を持っていないので全く生活経済の感じというのは変わってないですね。野菜も安いままですし、そんなに何か高くなったなという気はしてないです。はい、続きまして自己投資娯楽費その他費用なんですけれども、自己投資娯楽費その他費用は 44,818 円でございました。今月なんですけれども、日田に温泉旅行に行きました。私がですね旅行先で体調が悪くなる傾向っていうのがあるんですけれども、24時間温泉に入れる宿泊先を選んで泊まったので、冷え出してね体調悪くなりましたら速攻で温泉に入ることができるという環境でございましたので、体調が悪い状態で帰宅することもなくて楽しい旅行になりました。はい、ということでざっくりとね資産報告支出報告をお伝えしたわけですけれども、この1年もですね、なんでお前は投稿サボっとったんだというところの理由なんですが、2点ございまして、ちょうど前回の動画を投稿した2025年5月頃に私に彼女ができまして、彼女と楽しむ時間が多くなった、過ごす時間が多くなったっていうことと、私がですね行っているのが積み立て投資なので、毎月の上下っていうのは大して大きくないんですね。なので、毎月、同じような報告でマンネリ化するなという、そんなにお話しすることもないなと、動画の編集であったりとか撮影だったり、そんなに負担がかかってないけれども、毎回同じような内容を話をする動画っていうのを、毎月ね投稿しても仕方ないのかなと思っておりまして、そういった理由によるものになります。動画を始めた時はですね、なんとなく1000万円ぐらい目指すと、なんとなくねいいような気がするっていう、漠然とした気持ちで始めたんですけれども、ただ今総資産額280万円に到達をしまして、月の生活費換算でいくと 35.5 ヶ月分もある状態。そういったところで300万円も目前になって実感する気持ちとしましては、資産額には満足をしていて、300万円も1000万円も幸せには大して影響しないのかなっていうことになります。私はできるだけお金を使わずにそれなりに幸せに生きていたら、素晴らしい人生なんではないかなと思っているんですけれども、この考え方を突き詰めていくと、今以上のお金を積み上げてより多くのお金を持っているっていうことが大事なのではなくてですね、どれだけお金を使わずに時間を大切に使えるのかっていうことが大事なのではないかなと思ってきております。私今27歳なんですけれども、27歳でこういう大事なこと、大切なことに気づけたのは、素晴らしいことだなと。自分の努力も大してしてないんですけど、続けてきたことの、影響によるもので、それは自分の力だけではなくて周囲の協力であったりとか、支援であったりとか優しさであったりとか気配りであったりとか、そういったところです。私は一人で生きているわけではないので、周囲の大小ある影響の中でこういった考え方に気づけたのはすごく大きなことなのかなと思っています。
今後の動画の投稿頻度なんですけれども、気が向いた時に、こういった私の考えをお話をしたりとか、資産額報告したりっていうペースが、一番私の今の生活感には合っているのかなと思っています。コメントをいただければ返信をするのに1日かかるようなバズり方をしない限り全て返信しますし、私のモチベになりますので、コメントをいただけましたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。また次回いつかお会いしましょう。さよなら。